競技による世界的な発展と伝統空手の精神、その両面を併せ持つ松濤館空手は世界で最も広く普及した日本四大空手流派の一つです。今回はその創始者である船越義珍の生涯と松濤館空手が歩んできた伝統と発展の歴史を紹介します。船越義珍の生まれた船越家は代々首里王府に仕えた士族であったが、義珍の父が浪費家であったため家計は次第に傾き、義珍が生まれた頃には借家住まいの生活を送っていたと伝えられています。義珍は幼い頃から病弱であったため母方の実家で育てられ、祖父からは士族のたしなみとして儒学を学びます。1879年、船越が11歳の頃、病弱だった彼は父の勧めもあり、友人の父であり首里勢の使い手として名高い麻戸安公のもとに入門します。麻戸安公という人物は松村宗根の皇帝で、松村と同じく次元流剣術の達人としても知られた人物です。ただ船越が麻戸の弟子となった年は琉球処分が行われた年であり、琉球の王であった正太は明治政府によって東京に移住を命じられます。そのため王に仕える役職にあった麻戸も正太に随行して東京へ行く必要がありました。このような事情から船越が麻戸から本格的に指導を受けられるようになったのは、麻戸が東京から沖縄に戻った1892年以降のことだと考えられています。その後船越は沖縄県尋常師範学校で1年課程を修了し、21歳の時から教師としての道を歩み始めます。1892年、麻戸安公が東京から戻ったことで麻戸の下で本格的に首里芸を学びます。麻戸の教授法は型を修練者の身体的特徴に合わせて選び、一つの型だけを徹底的に教えるというものでした。船越は麻戸から空シャンクーの型を教わり、この型は生涯船越の得意型となります。麻戸は船越に空手の技は型を通して磨くことを基本とし、実際の戦闘では人の手足は刀剣と思えと教えていたという。その言葉通り麻戸の手は刀同様に強靭で、屠殺されたばかりの豚に麻戸が抜き手をすると胴体の真ん中まで指が到達していたといいます。船越によると麻戸は時には教育を他人に委ねるという方針でもあったといい、そのため船越は麻戸の弟弟子である糸須安公に預けられ、糸須の首里芸も学んだといいます。1901年、船越に長男の義秀が誕生し、5年後には後に松濤館流空手に革新的な要素を加え発展させていく三男の義高が生まれます。その後船越は44歳の時に沖縄勝負会を発足し会長となります。その目的は演武を通して空手の普及を図ることにあり、1916年には京都にも足を運び空手の演武を行っています。1921年、54歳となった船越は欧州外遊の途中で沖縄に立ち寄った皇太子の面前で空手の御前演武の指揮を執ることになります。皇太子が沖縄での3つの印象のうちの一つとして演武された空手について語ったことを聞き、感極まった気持ちになった船越はこれを機に本土で空手の普及を始める決意をします。翌年には文部省主催の第1回体育展覧会に参加するために上京し、空手の型や組手の連続写真を掛け軸にまとめて展示します。この時船越は講道館館長加納治五郎の招きで義馬神金とともに講道館道場で空手の演武と解説を行いました。その後も多くの団体や機関から演武会の依頼を受け、当初の規制日程を返上し、自ら多くの場で演武を行い空手の普及に力を注いでいきます。このような日々の中、船越は東京にとどまることを決意し、沖縄県出身者のための学生寮に寄宿しながら空手の指導を行い、同年11月には空手史上初の著書とされる琉球拳法空手を出版します。
船越の稽古は師の麻人の指導同様、型稽古を中心としたものであり、組手を重視する柔道家や他の武道家の中には物足りなさや不満を抱く者もおり、こうした背景から初期門下生で後の和道流の開祖となる大塚弘則が中心となり、約束組手を整備していきます。大塚はさらに自由組手の導入を提案したが、船越はこれに強く反対し、この件を契機に両者の距離は次第に広がっていったといいます。船越が組手を否定していた背景には師の教えもあったが、空手を単なる戦いの術ではなく精神を磨く道と捉えていた彼の空手観がありました。そのためどのような理由であっても空手を喧嘩に使った弟子は即座に破門にされたと伝えられています。1924年、慶應義塾大学に空手研究会が発足し、船越が初代空手師範に就任します。翌年には東京帝国大学にも空手研究会が設立され、こちらでも初代空手師範を務めますが、防具を用いた試合化の試みが始まると、船越は空手の教育方針に反するとしてこれに抗議し、東京帝国大学師範を辞任します。1929年、船越が師範を務める慶應義塾大学空手研究会により、空手という表記を空手へ変更し、これを発表したことで本土でも空手という呼び名が広く使われるようになっていきます。1931年には野口博が船越を師範に迎えて早稲田大学に空手研究会を創設し、2年後には正式に空手部として発足することになります。4年後には日本の他の武道と同じように道の字をつけた空手道教範を出版し、呼び名も空手道へと改めます。1939年、71歳となった船越は豊島区雑司ヶ谷に念願であった松濤館道場を建設します。この道場では昼の部は義珍が、夜の部は三男の義高が指導を担当していたといいます。義高は父とは異なり、組手の導入に積極的で、松濤館の空手に回し蹴りを取り入れ、初心者が学びやすいよう基本の型を新たに作り、さらに組手の型や棒術の型までも創出していきます。こうして義高は松濤館の空手に数々の革新的な要素を加えます。これにより道場は順調に発展を続け、空手は新しい時代を切り開くかのように見えましたが、やがて日本は戦争の時代へと突入していきます。戦火の影が次第に濃くなる中、船越の松濤館は1945年の東京大空襲によって炎に包まれ、跡形もなく消失してしまいます。さらに同年の11月には後継者と目されていた義高が39歳の若さで病により早逝します。最愛の息子と道場の両方を失った船越にとってまさに深い苦悩の1年となりました。終戦後しばらくは空手の普及が停滞しましたが、やがて船越の弟子たちは他流派との差別化を図るため松濤館流空手を名乗り、各地で指導を広げていきます。その後松濤館流は船越の門弟たちが創設した日本空手協会を筆頭に多くの会派に分かれていき、競技家と伝統派に二分されていきます。船越は生涯流派名を名乗らず空手の試合化も否定していましたが、弟子たちの空手普及の活動を温かく見守り続けるかのように88歳で静かにその生涯を閉じます。今日の松濤館空手の道場では、空手を学ぶ者が守るべき規範として空手道20訓が伝えられており、修行の正しい道を示しています。これは空手を通して人としての在り方や心構えまでも示した教えであり、空手修行の正しい道を指し示す指針となっています。空手を通して人を育てるという空手家であり教育者としての船越の精神は今も受け継がれ、後の世代を導き続けています。